つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回はブログコラボ企画になります。私の釣り仲間のあたほたぬきさんが運営するブログ、アジンガーのたまり場より、アジングの攻略法秋シーズンを紹介いたします。動画の右上、並び概要欄にあたほたぬきさんのブログのリンクを貼っておきますので、ぜひ本件もご覧いただけましたら嬉しいです。私の動画のような真面目スタイルではなく、コメディ要素を取り入れた解説をされています。今回がコラボ企画第2弾となりますが、もっと他のネタも取り上げてほしいと思われましたら、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。前回のアジングと集魚灯も参考になりますので、ぜひご覧ください。それでは本題に入ります。アジングの2大ハイシーズンの一つ、それが秋です。特に秋アジングは初心者におすすめできるシーズンです。多くの地域でアジングが手軽に楽しめる上にとても釣りやすい季節です。今回はその秋アジングの特徴と攻略法を解説します。本日の結論です。基本テクニックは必須。機動力を活かす。アベレージサイズを把握する。本日の目次です。秋アジングってどんなシーズン？秋アジングデビューを進める理由。秋アジ序盤は水温に注意。基本が一番求められるシーズン。ジグタンでテンポよく探れるかが超重要。アジのアベレージの把握が大事。秋アジングを楽しみ尽くそう。それではこの7つについて紹介していきます。秋アジングってどんなシーズン？地域差はありますが、一般的に産卵シーズンは春となります。秋アジングが釣れるとされる理由は、この春に生まれたアジたちがワームを捕食しやすいサイズまで成長するためです。若いアジは経験も少なく、とにかく警戒心が薄いため、群れが入ってくるとアジングの基本ができていれば高確率で釣ることができます。さらに水温やサンゴなどのマイナス要素も少ないこともハイシーズンと呼ばれる理由です。また秋はアジ以外の魚もシーズンインするためゲストが多い時期でもあります。アジング以外も楽しめる釣りのベストシーズンとなります。秋アジングデビューを進める理由。釣り具店などでアジのメインシーズンは夏と聞いたことがあるかもしれません。実際に多くの釣り具店においてアジのシーズンは夏と書かれています。確かにこれも間違いではありません。しかしこれはあくまで重宝を問わず対象魚が釣りやすいシーズンということも忘れてはいけません。実際サビキの場合は秋よりは夏がメインシーズンになります。夏にアジングデビューを進める人も多いですが、これも決して間違いではなく賛否両論あるのです。この記事を書いたたぬきさんの意見としては以下の通りです。夏はどうしてもアジのサイズが小さくなるため攻略法が特殊になり、加えて近年の地球温暖化による水温上昇がより難しくさせる要因になります。なお、ハイシーズンは地域差に大きく左右されます。アジの適正水温は16度から26度とされていますが、近年の夏はこれを超えてくる水温になる地域もあります。九州ではその影響が顕著です。しかし、九州で釣りづらい時期に東北の方ではシーズンインというのはよくある話です。厳密にいつが一番いいのかは、その周辺地域の釣り具店に聞くのが一番です。秋アジ序盤は水温に注意。秋アジング序盤は水温をチェックしておきましょう。海水温度は気温と違い、すぐに変わるものではありません。人間が想像している以上に海水温はゆっくり変わっていきます。気温上昇による海面の温度上昇以外にも、黒潮や工業排水などの影響も海水温に影響します。適正水温外でもすぐに諦める必要はありません。例えば深場は水温が変化しづらいという特徴があります。海水温を測るといってもあくまで表層の話で、深場は適正水温というケースもあるのです。
実際真夏日で水温が30度近い日でも岸からアジの釣果が上がるケースもあります。ポジティブに考えれば深場に狙いを絞ることができるとも言えます。そう考えればかなり釣りやすくなると思います。基本が一番求められるシーズン。ハイシーズンといえば聞こえはいいですが、それだけに基本が最重要になるものです。特に秋アジングは顕著で、基本ができているかどうかで釣果が左右されます。ジグヘッド選び、ワームの考え方、基本こそアジングの最強の攻略法なのです。そこでこれからアジングを始めてみようかと思われる方へ基本をまとめておきます。アジングの基本はジグタンです。ジグヘッドの重さは 0.5g から 1.5g が中心となります。ワームは2インチ前後を選んでみましょう。ロッドはジグタンの場合5フィートから6フィート台がおすすめです。リールはスピニングの1000番から2000番になります。ラインはエステルか PE の 0.35 前後を使ってみましょう。ビギナーはリーダーが必要ないフロロカーボンの 0.85 がおすすめです。リーダーはフロロカーボンの 0.85 前後です。アクションの基本はリフト&フォールとなります。ただ、基本が大事というのは全てのシーズンに当てはまります。それだけに秋アジ攻略法として基本だけでは物足りないと思う方もおられるでしょう。ここからは特に秋アジで重要なポイントをご紹介しましょう。ジグタンでテンポよく探れるかが超重要。活性が高い時ほど重要度が増すのが卵眼です。特に秋は夏に比べて成長した群れが回遊しています。夏シーズン、つまり豆アジはレンジもエリアも変化が多く、待っていても向こうからやってくるケースがあるため、一箇所で粘る戦術もあります。しかし、ある程度成長した秋アジは豆アジより経験を積んでいるため、どこで食べるのが効率的かを知っています。そのため、待つよりもアジの群れを探す卵眼が有効になる傾向にあります。装備はできる限り軽装で臨むことが好ましいです。リールやロッド、ライフジャケットを除き、それ以外の道具はメッセンジャーバッグに入る程度に抑え、いつでも移動できるようにしておくといいでしょう。ルアーフィッシングは足で稼げと言われるほど卵眼が効果的です。フットワークを軽くしてチャレンジしてみましょう。どうしても荷物が多くなる方はキャリーカートを使って動きやすくする方法もあります。アジのアベレージの把握が大事。アベレージとは平均という意味です。そこで釣れる平均サイズを把握しておきましょう。アジに限らず釣り物は地域性が発生します。大型ばかりが釣れる場所では基本的に仕掛けは大きく、小さい場所では小さくするのがセオリーです。アジングだと2インチ前後の小型ワームを使うので微々たる差に見えますが、ワームサイズを変えた瞬間に釣れ始めるということもあります。小型ワームがないときはワームを切って小さくするという手も有効です。ワームのサイズが変わると同時に理想の針のサイズも変わってきます。小さいワームに大きい針を使ってしまうと固定されている部分が多くなりすぎて動きが悪くなります。逆の場合はアジがくわえても針が届きません。わざとアンバランスにする戦略もありますが、基本はワームの中心かその手前あたりから針が出るのが理想です。秋アジングを楽しみ尽くす。秋のアジングハイシーズンは釣れる時期、その長さもポイントです。春のように産卵のタイミングで釣れないこともなく、気温も安定しているため比較的長く楽しめます。秋はアジングの釣果を伸ばす最高のタイミングです。ぜひ釣り場に足を運んでみてはいかがでしょうか。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。